ドーン。さあ始まりました乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。赤ちゃんせーの、東京。東京。あ、5期はまだ同じ制服ないの？はい、まだあ、でやっぱ5期は認めてないんだみんな。ないんだ。ちゃんと挨拶してんの5期とか先輩に会うと。す。はい、知ってます。どういう風に？どういう風な挨拶するの楽屋は今別4期生一緒？4でした。期一緒になった？はい。あ、4期と5期が一緒？そうです。あ、4号で一緒なんだ。こんだけの大所帯になると前は1個だったけど、うん新しい子たちは別でね、混ぜちゃうとみんな食われちゃうからね。もともとのメダカとかいろんな虫でもさ、もともとの軍団のとこにちっちゃいの入れると食べられちゃうんだよね。最近設楽さんはメダカ飼ってるから多分節々にメダカ例えが出てくるけど、その辺は軽くスルーしとくようにいいね。おじさんは今メガネを飼っメダカを飼って喋れないんだ。俺メガネなんか買ってない。さあということでじゃあ行きましょうかね。本日やる企画、日村さんお願いします。参りましょう。東京に染まろう、東京イメージツアー。何これ。はいはい。全国からメンバーが集まる乃木坂46にはまだまだ東京に馴染めていないメンバーが。そんな地方出身メンバーが東京にどんなイメージを持っているかロケをしながら検証します。まずは4期生の地方出身メンバーから。東京イメージツ4期生チームは北海道出身の神奈川、北海道岩手県出身の佐藤理香、そして栃木県出身夏季の3人。この3人で向かう東京イメージツアー。最初に向かう場所のテーマはくじで決定。渋谷新宿。東京でテンションが上がる場所といえば、テンションが上がる場所か、東京自体がテンション上がるんだけどね、最適にはサンリオペールランド。友達と行ったもんね。そう似合うな。渋谷スカイとパルコの屋上。渋谷好きだ。でも一番なんかよく行くテンション上がるところは池袋のアニメイトかな。アニメイト？アニメイト、アニメ好きだから。栃木にはなかったの？あったんだけど、なんかこうなんかビルの一部。わかる。サンシャインだろ池袋って言ったら。私は宮城のアニメ奈良行ったことあったサンシャイン。あ、そうなんだ。でもね、池袋のやつは本店で、そうなんだ。そうビルがね全部アニメイト。すごい。すごい。じゃあお店どうやって回るとかこだわりあるんだ。エレベーターと階段しかなくて、エレベーターいつも混んでるから階段で上がるんだけど、あら大変そう。だからさ、8階ぐらいあってしんどいから1回しんどい思いして上行ってから降りてくる。階段の壁にもなんかいろいろ書いてあるの。それは楽しいわ。確かに。そうだからそれもあるし、だから全然登ってっても楽しい。めっちゃマニアだね。階段の壁まで楽しそうむ。壁まで壁まで楽しむところ。何アニメート行くというわけで最初の目的地、東京でテンションが上がる場所は夏季が好きなアニメイト池袋本店へ。そして移動の間は9時で出た東京トークテーマを話すことに。東京トーク。東京で怖い場所といえばどこ？東京で怖い場所。はい、どこだ？伊勢丹って書いてある。伊勢丹？そう、新宿の伊勢丹。20歳の時にカバンをずっと買おうと思ってもう半年過ぎたんだけど、思わなかったのか。ちょっと見てるだけで、こちらのバッグ新作なんですよ。色違いもたくさんありましてって言って、なんか色違い全部出されて、色違い全部出されて、なんか全然かけていただいてもつけていただいてもって言って、なんか値段がないの。で、これなんか見てたらいくらですかって言ったらなんか40万です。お金ない。用意してたお金と違うよみたいな。伊勢丹にもう行けるようになったら、恐怖心もなく行けるようになったら、もう多分すごい東京でも分かる。確かに40万のバッグとかもう何年か後には買ってそうだもんよ。だっていや日村さんもう買ってるかもしれません。ああ、何この企画自体嘘なのこれじゃ。そんな地方組3人のトークからこの後スタジオにクイズを出題。
私最初の方さ、この乃木坂工事中の収録にさ、ここで問題。上京したての頃、番組収録の日は決まってあることが怖かったと3人は盛り上がります。それは一体何でしょう？スタジオの樋口、柴田、そしてバナナマン設楽、それぞれお答えください。なんか今日も笑わなきゃなみたいな。おいおい、どういうこと？今日も笑顔を作んなきゃなみたいな。思いつかない時にバナナマンさんと目合うのが怖かった。これなんか俺たち絡んでくる答えなんじゃないと思うよ。東京だよ絶対。電車でなんかもう特急とか急行とか快速なんとかとか1個間違えると全然止まんないでどっかまで行っちゃうから怖い。って言っちゃってる。じゃないんだよ。迷ったら電車に乗れないとかね、あるよね。そう乗れない。わかんない、本当に電車難しいよね。なんか最初来た時何が何だかわかんない。東京の電車私最初の方さ、この乃木坂工事中の収録にさ、電車で行きますってなった時にさ、その近くの駅にどうしても行けなくて、なんかそこに止まりますって言って見てんのになんか通過してなんでと思って。そう、めっちゃあるよね。一緒にやった。それ一緒にやった。で降りてもう無理だと思って時間的にタクシーで行ったよね。通り過ぎたよみたいな。正解は収録スタジオの最寄り駅に止まる電車に乗れず、いつも通り過ぎて降りられないでした。いや東京ってそれだよね最初。もう乗りたい線に乗れないし、急行だなんだって違うのに乗ったら永遠に着かないっていうね。わかるわかる。俺も前渋谷から池尻のところ何回も行ったり来たりしちゃった。渋谷池尻なんて一本だよね。ちょっと寝ちゃったらもう何往復もしちゃってもう嫌でタクシーで帰ったことある。そして3人は池袋に到着。カキが東京でテンションが一番上がる場所アニメイトへ。ここからは完全プライベート。メンバーだけでアニメイトを体験した模様を3人の自撮り写真でお楽しみください。こういう感じなんだ。なんかすごい。なんか出たガチャガチャもあるんだね。ボラギノールみたいなやつねやっぱり。どうし一回上行く？迷子になりそう。すごい本当に大きいんだね絵が。ね。あ、すごいでかいじゃんこの絵。すごい。これちょっといいな。うわヒロアカね、カッキーだと思ったよ。ヒロアカ好きなんだよな。でも基本的になんかねグッズあんまり買わないようにしたの。エヴァがある。エヴァ。買い出すと切りねえもんな。切りないそう見たくなっちゃうな。そうなんだよ。これ友達好き。私の。本当？いっぱいあるよ。ちょうどブースト沼にハマってるんですよ。あ、沼ですか。買わなくていいの。ごめんね。買っちゃおうかな。あ、虫がいる。どれ。私の足これ。可愛い。左から2番目。そう。あ、待ってカッキーあれ見た？あ、本当だ。サイガーだ。あ、撮影 OK。やばいよカッキー。撮っときゃ。写真撮るしかないじゃん。見てよかったんだよ。カッキーの喜んでる姿が見れたのがすっごい一番。私も本当にさ、カッキーがわーってなってたのがすごく可愛くて、それが見れただけでめっちゃ嬉しかった。誰かいるからできた。ああ、確かにね。心の中そう一人でいたら深呼吸する。リアル。なるほどね。栃木から出てくる時って何線で？湘南新宿ライン池袋に多分1本で行ける。だから俺埼玉だけど、はい、北関東とかの人って東京に出るのに一回池袋経由するの。そうなんです。そうすると落ち着く東京のでかい町が池袋になる。なるほど。ね、だから俺も最初の頃は何かあるたんびに池袋で何かやってたけど。なるほど、そういうことか。そして一行は続いてのツアー目的地を9時で決める。もう一個ぐらい行くの。東京で落ち着く場所といえばどこ？落ち着く場所ね。カッキーは海の方走ってるゆりかもめ。乗ってる時間がすごい好きです。マジ？銭湯大好き。銭湯大好き。確かにね。結構移動も電車本当にゆりかもめ乗った。銭湯とかって。
ね。東京って感じするあれは。わかる。本当にそう。ザ東京。まあなだって北海道にないもんな。いやない岩手もない。栃木もな。お台場から見るお台場だよな。東京タワー方面。見たことない。都会だよな。こうお母さんと妹と一緒に行ったことがあってオーディションの前に行ってこうなんかこうすごい力をもらったというか、景色を見てなんかパワースポットみたいな感じで思ってるぐらいに、結構こう変わった場所だなって気持ち的に、頑張ろうって思えた場所、オーディションを。そうなんだ。ここにレインボーブリッジがあってこの間から東京タワーが見える。すごいね。いやそんなことでもなんあるんだ。かあそこやっぱすごいよ。というわけで続いての目的地東京の落ち着く場所はゆりかもめに乗って神奈川思い出のお台場へ行くことに。そして車中では東京テーマトーク。東京で初めて〇〇した場所といえばどこ？私は初めて東京で映画見たのが日比谷の東宝シネマズ。栃木の東宝シネマズってさ、映画館がもう一つの入り口から入ったら同じところに5個ぐらいありますっていうのが、でもなんか東京の映画館行ったらさ、なんかエレベーター登ってエスカレーター登らなきゃいけませんとか、めっちゃ歩かないとなんか12シアター12まで行けませんみたいなとか、しかもこうシアターの数多くない？めっちゃ多いよね。10代聞いたことない。感動した。わかんない。それ感動するわ。おしゃれすぎて、なんかライティングとかもライティングしてるの？なんか廊下のライティングわかるめっちゃめちゃめちゃわかる。廊下のライティングがすごいの。すごいね。なんかもう東京が美術館だよね。わかる。名言。ここで書いてくる。私はね、東京で初めてクリスマスマーケットに行ったんですよ。大きいツリーとか飾ってあったりするのがクリスマスマーケットで、なんかイルミネーションもしてるわけ。めっちゃキラキラで、そんな私クリスマスのさイルミネーションなんて地元の時は。とここでスタジオに出題。いいわけだよね。この後地方出身者3人はイルミネーションについてある共通の地方あるあるで盛り上がります。それは何でしょうか。空欄に入る文字を考えてください。イルミネーションはだと思っていた。スタジオの梅沢、林、松尾、それぞれお答えください。イルミネーションは田舎ですもんね。ホタルの集合体だと思った。ホタルの集合体。どんだけ大自然に住んでる設定なんだろう。マジか。あ、林。怪しい。最高。幻？林だよね。ちょっと遠いからあれだけど IKKO さんじゃないよね。いや、もうこれやっちゃダメでしょ。幻この動きは。松尾。肉眼で見ちゃいけない。眩しい。太陽と一緒。太陽見たら見んにゃ直接みたいなあれと一緒。眩しすぎるかなみたいな。それでは正解を発表。ちょっときらびやかになりましたね。すごいさグレートのやってる家なかった。ある待ってある。なんかたまにさ真っ暗で打ち合ってたらさ、でもやってるよね。家も大きいし。市のさところのイルミネーションはそうでもないのに、個そう人の家がすごい。めっちゃわかる。その家で季節感じるもん。わかる。そう。正解はイルミネーションは近所のお金持ちの家で見るものだと思っていたでした。家がやってるっていうのを東京ではあまり見ないかもしれない。ないね。確かに。そのクリスマスマーケット弓木と行ったの。それでなんかでも写真もたくさん撮ったの。撮ったんだけどなんかあんまりうまく撮れなくて、やっぱり私にはそういう地元の人の家のクリスマスのイルミネーションをゆっくり写真撮るのが合ってるなって。今やってるんだね。この後日村のとっておき東京スタイル。そしてゆりかもめの駅に到着。ここからは3人が撮った写真でお楽しみください。あれで撮ろうよ。一番見たいとこ写真なんだよな。
一番前いけるじゃん。先頭見てみる。カモメ乗ってないな。開いてる開いてる。なんかね。やんちゃんもいるよ。ぐらい乗ってるもんね。めっちゃ綺麗な景色と一緒に見れないかな。あー、晴れてて欲しかったな。この道がいいんだよな。レインボーブリッジかと思ったらすごい線だよね。そして車窓にはフジテレビの社屋が見えてきたのだが佐藤は目覚ましテレビ。フジテレビ目覚ましテレビいやだったらノンストップ言いなさいよ。目覚ましテレビの時間に起きてんだよ。来ましたよ。あ、ここ好きなところが。あ、見えましたよ。そして3人はお台場に到着。神奈川思い出の場所へ。そこでいや本当ここです。あ、ここ？そう、ここからの写真が好きなの。好き、俺も好き。この感じ。写真じゃ伝わらないんだよな、でも。いいよねいいよね。なんか目で見るとまた全然そうでしょ。違うのよ。違うか。いやいいね。良きかわいいの夜景が一番綺麗です。晴れてる時に。夜景が。ちなみに夜景は条件さえ揃えばこんな幻想的な風景が見えるんだそうです。これ本当そうだよね。以上、4期生の東京イメージツアーでした。ああなるほど。いや確かにお台場のあっち側から見る東京タワー込みのレインボーブリッジ東京だよな。東京だよあれ。あの景色はね、ゆりかもめ最近は乗ってないけどできた当初ぐらいとかにも乗ってるからそう初めてやっぱゆりかもめ乗った時に運転手がいない電車なんだからそうなんです。楽しかったよ。もう未来来ちゃったと思っただってね自動制御で動くんだよ、ね。だって日村さんは首都高もね、はい首都高って東京タワーが見えるところあるじゃない、お台場抜けていくところ、あれそこで決める曲っての決めてんだもんね。あそう芝公園手前ぐらいでさ、首都高のフェンスがちょっと一瞬何もなくなるのは新宿方面と目黒方面からこうぶつかるぐらいのとこら辺のところに切れてバーンって東京タワーが見える東京タワードスンって見えるの。俺あれ大好きなの。あそこでミスターチルドレンの「トゥモローネバーノーズ」をポンってかけるの。そこドンテ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 ンこれはみんなわかるね。テン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 なるじゃん。でこれをねそのいわゆる法定速度でずーっと守っていくとレインボーブリッジにブワーって上がってってこう行くでしょ。わかる？こう左に曲がっててレインボーブリッジね。あそこにちょうど「トゥモローネバーノーズ」の間奏の部分のトランペットがパパパーそれを聞きながらこう運転するのがね。俺あれがもう毎回やってんだけど。続いては5期生チームの東京イメージツアー。メンバーは兵庫県出身の伊予木、福岡県出身の一ノ瀬、そして千葉県出身菅原の3人。まずは目的地のテーマくじから。東京で憧れの場所といえばどこ？憧れの場所。結構銀座とかそういうなんだろうかっこいい女性が行くところはちょっと憧れがあります。銀座が一番憧れかもしれないです。あんまりでもそもそも東京知らないから新宿とかもちょっと名前的にかっこよくない？かっこいい。確かに新宿。なんかでも若いから若かったよやっぱ原宿 LOVE っていう大きい置物が西新宿のね。あれで待ち合わせをするみたいな憧れ結構ドラマとかのイメージ全然行ったことはないからないんだないよないよないんだない見たことなんかで見ただっけそこに行きますか新宿。行きましょうやったということでまずは伊予木の憧れラブのオブジェに向けて出発。そして車内では3人の地元トークに。かちゃんどんなとこ住んでるの？私でも結構ザ普通って感じのとこ同じかも。でもなんか私の家の周りとか何もなさすぎて友達が家に来たら家の前に大きいなんか木がいっぱい生えてるとこがあってそれ見てみんな森じゃんっていう森じゃんそんなことないんだけどさだんだんそれが良くなるんだよ。結構すぐ電車乗ったら真ん中のところに行けてそこはちょっとおしゃれかもしれないだけど自分のところは
ちょっと行ったら山とか海って感じ。なんかいいなと思うけど山も海もある。みんなそこでラジオ体操してから学校行った。めちゃめちゃいいけどねそれは素敵だけど体操いいな。私大体参加したくても起きたら終わってるから。そういうタイプだね絶対。さらにこの3人の地元には共通の過ごし方があり、たまに鍵が家にない時、待ってる間に家の前でするっていう。やってたわ確かに。駐車場でひたすら。ここで問題。3人が鍵を忘れた時にその二択なの家の前で行っていた暇つぶしの方法は何でしょう。宮城県出身の久保さん、10秒以内に答えてください。あ、久保。なんだろう、私がやってたのは外に置いてある一輪車をひたすら漕ぐ。一輪車を一輪車しかないから。一輪車買うわけたまに鍵が家にない時、待ってる間に家の前で一輪車か竹馬する。竹馬をやってたわ確か。駐車場でひたすら。ということで正解は一輪車と竹馬でした。すげえな、久保。一輪車。なんであんなドンピシャで当たんの？でもうちもそうで、鍵閉まってるけどドアの外に置いとくんですよ、一輪車とかって。立てかけておくからそれしかやることなくて。俺竹馬だね。日村さん竹馬。俺めちゃくちゃ竹馬。日村さん竹馬かホッピングでしょ？え、知ってんの？ホッピングはあった？あ、マジ？あれやっ今もあんと一緒にだ。なれたね。あれ昭和の代名詞じゃねえんだ。ホッピング日村さんやった共通の話題。いやなんだ。乃木坂ホッピング出そうよじゃあ。あ欲しい乃木坂ホッピング。でライブそれでみんなでやれるじゃん。歌えないかあれだと。俺らの心はいつも東京憧れスポットで赤っ端ドラマを撮影。地元トークで盛り上がる中、伊予木念願の目的地に到着。ここからは完全プライベート。スタッフなしのメンバーだけでオブジェを見学してきた模様をメンバー自撮り動画とともにご覧ください。じゃあ近くにあるということなので行ってみましょう。雨がすごい。雨しちゃったね。なんでこんな天気が。おっとあれが。おおいいじゃん。おおなんかテレビで見たやつ。テレビで見たやつだ。なんかめっちゃ思ったよりも大きいかも。いいよね。確かに大きい。言っていい？ LOVE。いや出た。いる。LOVE のやつ。なんかドラマの場所に来れたみたいで。私も楽しくなっちゃった。こんなん待ち合わせ場所にしたらすぐわかる。こんなのあんだってなるんだ。でもここさ通れるよ。でも地方に行ったあれがさ、雨をしのげる。しのいでる。なんか秘密基地みたいで。田舎にいる時からなんかドラマとかいいじゃん。すごいね。ここでさこうやってさ待ったってやれるんじゃん。なんかドラマ撮るじゃん。でもこれいっぱい写真撮ってるここで。ということで一ノ瀬の思いつきで撮影したドラマ仕立ての待ち合わせシーンがこちら。最高じゃん。遅いな。その中で待つ。ごめんもう待った。全然待ってないよ。だからこんなとこで二人で久々だな。近くてドキドキするね。こんな天気が悪い日だけど俺らの心はいつもビッグラブ。ビッグラ私たちがここら辺で集まるときはラブ集合で。ラブ集合。都庁とかあの辺はでも西新宿のビル街ってやっぱ都会だよね。都会だよ。俺マジ都庁できた時に歩いてて今の奥さんと付き合ってる当時に上見ながらこう窓数えてたら鉄のこういう車止めで車止めだビャーンってぶつかって痛いけど人がみんないるからビル数えたりさ上見てると田舎者だと思われるからね。あと車止めにぶつかるから気をつけて。いやもうあの辺は未だに興奮するよね。そうだね。新宿のビルは。おいしい。カロリーを大量摂取してしまった。これの間にこのぐらいのが入ってる。何ほぼ俺みたいなの。来るからの日村。
3期生の人生が変わった場所とは？ロボット乃木坂46金川さやです。いつも見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。これからもみんな見てね。バイバイ。